こんにちは。伊豆の暮らし、犬との暮らしのひろこです。今回流している動画はピスタチオとレモンが香るダックワーズを作っています。ダックワーズはアーモンド風味のメレンゲでできたフランスの焼き菓子で、私が今回作ったのはメレンゲの生地の中と間に挟むクリームの中にもピスタチオとレモンを入れたレシピです。こう毎日暑いとガスコンロとか火を使うものとかそういうのを避けたい気持ちとか、あとオーブンを使うと部屋の中の温度が上がるのでなるべく使いたくないっていうような、そんな気持ちにもなるんですが、私の場合にはお菓子作りが暮らしの中で欠かせないので、当たり前のようにオーブンだけはガンガン使って冷房でなんとか乗り切っているっていう毎日です。そもそもなんで私がお菓子作りが大好きになったのかっていうのを今日の V キャストでお話ししていこうと思います。お菓子作りっていうものに初めて触れたのは幼稚園とか幼稚園に入る前あたりの時で、うちにおもちゃのオーブンのようなものがあったんですね。それで作ったクッキーもどきみたいなのが自分の中でものすごく美味しく、そしてこんなものが家でできるんだっていう感動に包まれて、今でもよく覚えているんです。その光景、味とかも。今ほど小麦粉自体が改良されてないし、材料だって厳選されたものじゃなかっただろうから、すごく粉臭い味だったんですね。でも自分で作ったっていうその喜びの方が大きくて、その気持ちがずっと残っていました。それから月日が経って中学生の時にうちに初めてオーブンレンジっていうものがやってきました。本当に待ってましたっていう感じでしたね。嬉しくて誰にも習ったことがないのにいきなりメロンパンとか作りました。オーブンレンジを買った時についていた取扱説明書にレシピがいくつか載ってたんです。その中にメロンパンがあって、何の迷いもなく作ってみましたね。家族から好評だったし、人から喜んでもらえるのが嬉しいから、またいろいろ作るんですよ。レシピ見ながらマドレーヌとかクッキーとか。ちょうどその頃は母が料理家の栗原はるみさんの本をよく買っていたんです。栗原はるみさんは当時からするとすごくおしゃれで洗練されたレシピが多くて、まだあまり一般的ではなかったシフォンケーキの作り方っていうのが載ってて、こんな素敵なケーキが家で焼けるんだってワクワクしながらそのレシピ本を見よう見まねで、学校がお休みの週末に作って食べてっていう学生生活を送っていました。当時からアメリカに対する憧れがものすごくあって、海外ドラマの影響なんですけど、文化とか人とか全てが本当に好きで、それで高校2年生の時に
ホームステイに行かせてもらったんです。西海岸のサンディエゴっていうところに来ました。本当はロスに行きたかったんですけど、ロスがやっぱり一番人気だったし行く人も多かったんですけど、私はその頃からちょっとひねくれてて、ナンバーワンじゃないところに行きたかったんです。人が選びがちなところじゃないところをこう攻めたいみたいなところがその頃からあって、それでロスに行きたかったけど、ロスよりもちょっと南のサンディエゴを選びました。ホームステイ先のホストファミリーがお菓子のレシピ本をたくさん持っていて、それを見るのがすごい楽しかったんですね、滞在中。今まで見たことのなかったようなお菓子とか、日本ではないようなレシピ本だったので、私はそれを暇さえあればノートに書き写していたんです。それを見たママがお別れの日にアメリカの焼き菓子のレシピ本を私にプレゼントしてくれて、家に戻ってからはそのレシピ本を再現して過ごしていました。それから数年後の21歳の時に私は実家を出たんですけれど、それは当時付き合っていた彼と同棲するために実家を出たんですね。今までは母がいるから母好みのキッチンになっていたし、いつでもキッチンが使えるわけじゃなかったから、実家を出て自分の思い通りのキッチンが作れるっていうのですごく嬉しくて張り切ってました。材料とか揃えておしゃれにしようと思って、薄力粉とか強力粉とかお砂糖とかそれぞれを全部統一した瓶の中に入れたりとかしてこだわってやってたんですけど、その時にイーストのパンだけでは満足できずに自家製の酵母まで作ったりして、例えばレーズンとかリンゴから酵母を作ってそれでパンを焼いたりもしていました。実家にいる頃から実はご飯よりもパンの方が好きだったんですけど、うちは土日しか朝がパンじゃなくて、それは母なりの考えだったんですけど、ご飯の方が腹持ちがいいし体にもいいからっていうことでご飯が中心だったんですね。それでその反動があって、家を出た途端にご飯を食べずにパンばっかり食べて、自分で焼いたものとか買いに行ったりとか、美味しいと噂のパン屋さんに電車乗り継いで買いに行ったりとか、そんな毎日を過ごしていました。同棲していた時の彼が朝はお味噌汁が飲みたいって言っていたので、私は自分で焼いたパンとお味噌汁を出していたんですね。それでその彼と別れた数年後にちょっと会う機会があったんですね。そしたら彼があの時言わなかったけど、実はそのお味噌汁にパンが出てきたのはちょっと辛かったと言われたんですね。で、ああそっかそうだったんだなって、ちょっと悪かったなとは思ったんですけどね。私が一生懸命酵母からパンを作っていたから、彼は文句の一つも言わずにいたんだなと思うと、ちょっと切ない気持ちになりましたけれど、その後もそれなりにお菓子作りはして過ごしていたんですけれど、この私が全くやっていなかった闇の時代があったんです。それが六本木に住んでいた12年間の間でした。ワンルームのすっごい狭い部屋で、キッチンが
とりあえずあるような状態で、コンロが一つ、まな板がまともに置けない小ささ、そんなところだったので、引っ越しするにあたってオーブンとか大型の冷蔵庫っつっても、その家族 4,5 人ぐらい使うぐらいの大きな冷蔵庫を置けなかったので処分していったんですね。その関係でお菓子作りを諦めていたし、お菓子作りよりも都内の職場に徒歩で通うことの方が大事だったんですね、その時は。私にしては珍しく、その六本木のマンションには12年間暮らしていたんですが、10年間お菓子作りから完全に離れていたんですけど、やっぱり私には必要なことだなってある時に思って、六本木暮らしの残りの2年間でようやくお菓子作りを再開したんです。オーブンレンジ買って狭いキッチンになんとか置いて、混ぜたりとか型抜きしたりとか、そういう作業は家具の上でやったりとかして、それはそれで楽しい思い出になってます。その後はいろいろ引っ越しは重ねましたけれど、キッチンでちゃんとお菓子作りができるかどうかっていうのを基準にした物件選びをしているので、今日まで欠かすことなくお菓子作りをしている日々です。一番好きなお菓子は何って聞かれたら、迷わず答えるのがスコーンです。スコーンはもう本当に何個焼いたかわからないぐらいいろんなレシピで焼いているんですが、未だかつて満足したものはできていません。私が目指しているスコーンは、かつて自由が丘にあったカフェハイアニスポートっていうイギリスっぽいカフェって言ったらいいのかな、おしゃれで大好きなカフェがあったんですけど、そこで出されるスコーンが後にも先にもナンバーワンのスコーンなんですね。何回通ったかわからないぐらい通い詰めていたんですけど、ある時に閉店してしまって、もう二度とそのスコーンには巡り合っていなくて、いろいろ調べるんですけれど、やっぱりその情報は出てこないですね。もうそれだったら思い切って店主の人にレシピ聞いておけばよかったなって今更思ってるんですけど、そこの店主の方は結構独特で、どれぐらいかな、割と年配のおじさまが店主だったんですよ。それでお店に入ってもあんまりお客さんを歓迎するっていうタイプの人ではなくて、何回か行っても多分一度も笑顔って見たことがないような、そんな人なんですよね。キッチン覗くとくわえタバコしながら黙々と作業してたりしてるし、いつも険しい顔しているし、あんまりね話しかけられるような感じじゃなかったので、間違ってもスコーンのレシピ教えてくださいなんて言えなくて、ただただランチを食べてスコーンを食べて、あるいは何かを食べる時間から外れた時に、そのお店の前通った時はスコーンだけを買って帰ったりとか、お店の前で焼き菓子だけを買って帰れるようなシステムにしてあったんですね。スコーンとかクッキーとかパイとかもあったような気がする。そういうのも置いてあって、お店の中で食べなくてもそれだけを買って帰る人も結構いました。そのおじさまの見た目からは想像もつかないような、すごい失礼なこと言ってるんですけど、人柄からは想像つかないような
おしゃれで美味しい焼き菓子が売られていたし、ランチも全部美味しかったし、ランチについてくるプリンもめちゃくちゃ美味しかったし、本当に大好きなお店だったんですけど、いつの間にか閉店してしまって、もう二度と会えないあのスコーンへのその思いがずっとあります。イギリスに行って食べたスコーンよりも自由が丘のハイアニスポートのスコーンの方が私好みで、それぐらいの幻のスコーンって言っていいのかな。私の目指すスコーンがそこにあるので、なかなかそこまで追いつかないですね。もしも聞いていらっしゃる方で自由が丘のハイアニスポートに行ったことあるよなんていう方がいたら、ぜひぜひ連絡をください。なかなかね、ハイアニスポート知ってるよっていう人に出会ったことがないので、そんな方がいたら思い出話をしたいなと思います。動画の後半で出てくるかき氷パフェは不意に思いついて作りました。人参ジュースを固めたものと豆乳を固めたものとバタフライピーを固めた氷で氷パフェを作ったので、ぜひぜひ楽しんでご覧になってください。今度はね、近々フルーツを凍らせて、それをかき氷機で氷のように削って食べようかなと思って、今、キウイ、グリーンのキウイとイエローのキウイをカットしてスタンバイさせているんですが、もっと他に桃とか梨とかリンゴとか、そういうフルーツもこれから仕込んでフルーツかき氷を作りたいなって思っている今日この頃です。今日も見て聞いてくださって本当にありがとうございます。また次回の V キャストでお会いしましょう。